皆さん、こんにちは。今日も逆光で失礼します。時丸です。今日は物を買わなくなる3つの考え方というテーマで話していきたいと思います。どうしても物を買ってしまうんですよねと。で、増えてしまうんですよねっていう、結構質問がいただいたりとか、コメントいただいたりとか。で、僕自身もね、ものすごく物を買ってるんですけども、第一前提として、やっぱりそのミニマリズムにはフェーズがあると思っていて、4段階、5段階ぐらいのフェーズがあって、それは過去のそのミニマリズムの実践方法みたいなもので話したりはしてるんですけど、最近考えていることは、最初はその目覚めと把握みたいなものですね。ミニマリズムに対する目覚めだったり、そして現状を把握するっていうフェーズが来ます。それが終わると今度、整理と手放しみたいなところで、実際に自分の持ち物を整理したり、見極めて手放していくっていうフェーズに入っていきます。で、その段階を超えるとですね、今度は最適化というフェーズに入ります。で、実はその物を買ってしまうっていうフェーズは、この最適化フェーズに、起こることになります。というのも、やっぱり最初減らしていこうって考えた時には、どんどんもう手放すことしか頭にないので、なかなかその新しいものを買うっていうことにならないんですよね。もちろん、ここで最初の段階から結構買いたいなっていう気持ちが出てきて物が増えてしまうっていうのは、結構もう病気的なところあるので、そこはまたちょっと違った治療法みたいなものが必要に多分なってくるんですけどね。ただ大体多くのパターンが、僕自身もそうでしたけど、一旦減らして、自分が最初目覚めて、それから減らし始めて、で、今度減らした後に最適化っていうフェーズが来た時に、またそのものを買ってしまうっていうことが起きます。で、これはやっぱり自分が今持っているものよりももっといいものがないかとか、で、私がやってるようなハイキングの文脈だったら、同じような道具でさらに軽いものがないかとか、もっと性能がいいものがないかとか、ガジェットとかだったら。そういう風にして、どんどんですね、その次のものを求めていくっていうことで、結構買い物が多くなってしまう。で、出費がかさんでしまうっていうことが結構起きがちです。なので今回は物を買わなくなる3つの考え方をちょっと自分なりに紹介していきたいと思います。1つ目は、すでに全て持っているっていうふうに考えるっていうことです。で、これはもうヨガ哲学でいう知足っていうね、三等者っていうものがあるんですけど、もうすでに今持っているもので満足するっていう考え方。これに通ずるところでもあるんですけど、もうね、すでに全て持っているんですよ。こういうね、日本というね、結構恵まれた環境に暮らしている人は特にですけど、なぜなら今この動画を見ている方は、今日一日、そして明日一日を無事にね、多分過ごすことができると思うんですよね。新しいものを買わなくても。で、今日と明日だけじゃなくて、例えば今持ってるもので、これまで生きてこれてるわけですよね。で、それが何年かわかんないですけども、で、その間にもちろんそのもののアップデートとかいろんな変更があったと思いますけど、過去1週間とか、過去1ヶ月とか、過去1年とかを考えてみれば、今持っているものですでに今存在していると、この地球上に。アフリカの大地から太陽が昇ってね、人類が世界中に広がっていったように。ちょっとアフリカとかの話するとまたちょっとライオンキングが入ってきて、ちょっと話それちゃうんで、あんまりそれないようにしたいと思うんですけど、やっぱりそういう風にして生きられると、大体生きてると。今持ってるもので。全て満足であると。そういう風に考えることができれば、もう実は買うものってないんですよね。で、この考え方は、物を減らす段階でも役に立つ考え方です。で、僕自身も結構そういう風にして減らしてきたんですよ。で、やっぱり今持っているものが、で生きられている。で、それが全てであるっていう風に考えると、今度、それをどこまで減らすことができるかっていう風に考えることができるので、追加で買うものってほとんどないんですよね。例えばですけど、物 A と物 B があって、で、その2つの機能を混ぜて、一つにできるようなアイテムがあるとします。だからそれはつまりその2つのものを減らして一つにできるので、そういうものは買うに値するというか、買うことを考えてもいいんですけど、大体のものっていうのはそれぞれの機能で独立しているものであると。だから、例えば持ち物を100個持っている人は、その中で、もうあと減らしていくっていう段階しかないんですよね。今全て持っているというふうに考えることができれば、じゃあもう追加で買うものはないと。で、今もう全て持っていると。100個ね、例えば。で、その中から、あとはもうそれで暮らせているのだから、あとはそれを
だんだん減らして、どこまで、自分が許容できるところまで物を減らして暮らすことができるかみたいな、そういう風な感じになるので、もう追加で買うものはほとんどないんですよね、その場合ね。で、大体買おうと思っているものとか、ちょっと買いたいなって思っているものは、もうすでに自分が持っていたりとか、結構嗜好品というかな、例えばそれがなくても生きていけるっていう風なものが結構ほとんどなんじゃないかなって思うんですよ。やっぱり生命の維持に必要なもので、買わなければならないっていうパターンは結構稀であって、例えば冬場に寒すぎてなんか自分が着るものを買わないと凍え死んでしまうとか、なんか夏場に、エアコンのない部屋で暮らしている人が、結構扇風機だったり、ちょっと冷房の仕組みを何か入れないと、ちょっと自分の体調が危ないみたいな、そういうものは、迷わずね、買っていいと思うんですけど、ただそれ以外のものというのは大体嗜好品的なものであることが多いってことです。だからやっぱり何か欲しいものが出てきた時には、もうすでに持っているじゃないかってことを考える。で、そうすることによって、それをね、思いとどまらせたりとか、することができます。で、うまくいけば、それからさらにね、もうすべて持っているものだから、あとはさらにそこから減らしていって、自分の最適な量っていうのを見極めるような方向にもいけるので、もう持っているっていうふうに考えるっていうのがまず一つ目ですね。で、二つ目は、72の法則を考えるっていうことです。で、これ厚切りジェイソンさんなんかが割と語ったことで結構有名になった法則ではあるんですけど、で、具体的には72を自分の持っている投資商品の年利で割るっていうことです。そうすると数字が出てくるので、大体元本に対して、その数字の年数でそれが2倍になるっていうふうなことを示す計算式ですね。で、例えば年利 6% のインデックスファンドとかがあるとして、で、年利 6% なので72割る6で12になりますよね。だからつまり 6% の商品であれば12年間でその元本は2倍になるっていう風な計算です。で、これちょっと投資の話しちゃうと長くなっちゃうので、端折りたいと思うんですけど、大体インデックスファンドとか、そういう分散されたような投資信託みたいなものは、基本的に長期的な運用を前提としているので、20年間のタームで考えたときに 6.4% とか 6.5% を下回るってことがあんまりないんですよね。だから、これは結構何に入れるかみたいな、何を買うかみたいなものは難しいんですけど、基本的には12年で2倍になると。で、これ単純に考えたときに、自分が100万円を元本で投資して、それが12年後に200万円になるっていうことです。で、これを考えるとですね、それを日常レベルにまず分解して考えるんですよ。で、その物を買わなくなるっていうところにつなげると、例えば自分が毎日コーヒーを飲んでいるとするじゃないですか。で、それが500円、わかりやすく500円としましょう。で、500円のコーヒーを毎日買ってしまって、で、飲んでいると。で、それをね、平日だけ、例えば仕事の時に飲んでいるとして、で、1ヶ月で20日になりますよね。だから大体1ヶ月のコーヒー代が1万円かかってるとします。それを1年間続けると、12万円になるわけですよね。まあの金額ですよね。で、例えばそれをわかりやすく、積み立てではなくて、元本一括投資と考えたときに、12万円をそういう 6% のインデックスに投資すると。そうなったら、それが12年後には24万円になります。1日1杯のコーヒー。コーヒーを我慢するっていうのはあれだけど、これもう例えなので、その人それぞれ状況はあるので、その一杯のコーヒーの方が大事っていう人ももちろんいるでしょう。で、それによって自分の生産性を上げて、利回りよりも実際に高い仕事とか、高い事業を自分で生み出せるって人もいるので、そっちの方がいいってことももちろんあるんですけど、そういうのはちょっと今回なしにしといて、単純計算で1日500円のコーヒーを買っていたとしたら、それが12年後には24万円になるっていうことです。だからそういうふうに考えると、なかなかね、買いとどまることができるんですよね。できる場合があるってこと。だから塵も積もればとね、言いますけども、本当にそうで、だから、やっぱり1000円以下のものって結構ね、馬鹿にしがちだと思うんですけど、そういう自分の楽しみとか嗜好品とかで結構買いすぎてるなって、どうしても買ってしまうなっていう人は、そういう72の法則を考えてみると。で、それが何年後かにね、そういうふうに化けるというふうに考えれば、少しでもね、それをちょっと買わないでおこうっていう気持ちが働くかもしれません。はい。で、3つ目は、物が一つ増えるたびに、
執着が一つ増えているっていうふうに考えるってことです。で、これも何度も話していますけど、物には執着が宿ると。で、物に執着する。物自体に執着するし、それを失うこととか、それを捨てることとか、で、それについての管理とかですね、管理の手間とかが増えたりとか。だから何か一つを買うと、なんかその自分の意識レベルで見ても、その毎日とかね、日々それを気にかける時間が一つ増えるっていうことなんですよ。で、これ小さなものはなかなか分かりにくかったりしますけど、大きなもの、例えば家とか車っていうのはものすごく顕著ですよね。一つ車を買うと、やっぱりそのガソリン代とか、維持費とか、車検費とか、自動車税とかガソリン税とか、そういうものがかかってくると。あと駐車場代もそうですよね。で、都内とかだと5万円とか6万円するんで、駐車場代だけで結構家賃分ぐらいのね、ものを持ってかれるし。で、その車を買って、で、やっぱりその買うと、それがこう、盗まれる不安とか、なんか傷つけられる不安とか、ね、なんかこう、事故る不安とか、なんかそういうこう、一つ、買うってことはもうものすごく簡単なことなんだけど、買った後にですね、それに対するその執着とか気にかける時間とか管理の時間とか、だからその実際のその金額面だけではなくて、その精神的なコストが結構かかっているっていうことなんですよ。で、車の例はわかりやすい例ですけど、それ以外のやっぱ物もそうで、小さなものでも何か一つ買うとですね、それに対する執着が増えると。で、物の数だけだから執着を持っているっていうふうに考えることもできる。で、これは禅の考え方にも通ずるものがあって、で、禅の修行僧たちもやっぱり同じように考えています。で、何か物が増えるたびに一つ執着が増えると。で、逆に言えば何か物を一つ手放すたびに、それに対する執着を一つ手放せているっていうふうにも考えることができます。だから減らすときにもこれは役に立つ考え方ですね。だから例えば自分が物を今65個ぐらいですけど、65個持っているってことは自分の中に65個の執着があるってことなんですよ。それに執着して、で、管理の手間とか心理的なコストみたいなものもそこに実際かかっていると。65個分のね。で、それをやっぱり64にすると、もう一つ軽くなるし、だから一つ手放すたびにどんどん軽くなっていくんですよね、それは。で、軽くなって、逆にそれを売ることによって財布の中は重くなるみたいな。なんかそういう感じで、金額的なところはね、こう、自分の中にプールできるようになってくると。だから割といいことしかないなっていうふうに思ってるんですけど。で、これは実際のその見えるようなものだけではなくてですね、やっぱりその人間関係とか、例えば SNS のアカウントとかね、そういうものも一つ一つ積み重なっていくと、やっぱり負担になります。で、それに執着しているってことになります。で、インスタグラムとかね、ツイッターとかそういうもののアカウントをね、例えばサブアカとか今ね、結構皆さんいろいろ持ってると思いますけど、活動用のアカウント。で、それがやっぱりたくさんあればあるほど、パスワードの管理とか、で、なんかハッキングされるリスクとかも増えるし、で、それに対する、投稿の時間とかもかかるし、なんかもしそれで人格みたいなものを分けていたとしたら、なんかその人格をマネージメントする労力みたいな、なんか裏垢とかよくあるじゃないですか。だからその表と裏のアカウントをね、使い分けてる人はね、なんかそれで自分の言うことを変えなきゃいけないとか、なんかそういうものが増えてきたりすると、ものすごく複雑になって、で、精神的負荷とか心理的負荷が高まっていくと。で、それはストレスになりますよね、結構ね。だから自分自身もそういうアカウントとかをバンバン減らしてきたし、で、ツイッターも完全にやめたし、もうアカウント自体を消しているし、で、インスタグラムもアカウント一つしか持っていません。だからもう、なんかそういう複数のアカウントを運用していなくて、もうすべて自分であるっていうこと。なんかそういうことにするだけでものすごく負荷が軽くなると。そんな感じで、やっぱりその物が増えるたびに、それに対するケアの時間がかかってくるので、一つ増えるたびに、それが、執着が一つ増えるっていうふうに考える。そう考えることによって、新しいものを買おうっていうことも、少しね、抑えることができるようになってきます。はい。ということで、今日は簡単ですが、物を買わなくなる3つの考え方というテーマで話してきました。皆さんは最近何か買いましたか？買いたいものはありますか？で、なんかそうなった時にちょっと自分を抑える方法みたいなものがあれば、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルではほぼネタですけども、ミニマリズムの実践とか哲学を共有しています。ぜひチャンネル登録もして次回も遊びに来てください。それではまた次回の放送で。チャウチャウ。